地球の皆さんこんにちは。過激派のウルトラマン、幼女に心を動かされがち。どうも、月くんです。今日は空前絶後の超絶怒涛のウルトラマン、ウルトラマンジャスティスの解説動画です。ウルトラマンコスモスの解説を出して、あんまり時間が空くとあれなんで、ジャスティスの解説もやっていく。ウルトラマンが憧れるほど魅力的なウルトラマンですので、ぜひ最後まで見ていってください。デラシオンがチャンネル登録しなさいと言ってましたよ。ウルトラマンジャスティスはウルトラマンコスモスと同じコスモスペースのウルトラマンで、出身地は不明で、初登場時の年齢は1万7000歳です。出身地は不明と言いましたが、ウルトラマンコスモスとは違う星出身みたいです。性格は正義を重んじて、意志が固くて真面目といった感じです。外見はセブンタイプで、戦闘スタイルもパワー重視の格闘戦が得意といった感じですので、 M78 ワールド光の国でいうところのレッド族のような特徴を持っています。スタンダードモードとクラッシャーモードがあって、スタンダードモードの時点でウルトラマンコスモスのエクリプスモードと同じぐらいの強さがありますので、かなり強いウルトラマンです。必殺技はビクトリウム光線です。クラッシャーモードはさらに強くなっていて、全能力が向上しています。必殺技はダグリウム光線です。人間体はジュリという女性の姿で、めちゃくちゃ美人なんですけど、表情があんまりなくて、もう瞬きとかも全然しません。デラシオンというコスモスペースにおける光の国のような正義の組織があるんですけど、ウルトラマンジャスティスはそこに属しているか、もしくは協力関係にあるウルトラマンです。デラシオンはプレディクトという未来を予測できる能力を持っていて、その予測をもとに宇宙正義、宇宙の調和を行います。その能力で2000年後に宇宙の害悪になると判断された異形生命体サンドロスというのがいたんですけど、ウルトラマンジャスティスはそのサンドロスに、まあ言うても2000年後やからって言って猶予を与えたんですよね。でも案の定サンドロスはゴリゴリの害悪に成長して、宇宙で悪さをしまくって優星ジュランやギャシー星を滅ぼしてしまいます。そこに責任を感じてしまったウルトラマンジャスティスは、もう予測は絶対で、今度から容赦なく行こうと誓うわけです。そしてそのサンドロスが今度は地球を襲っていたので、ウルトラマンコスモスと協力してサンドロスを撃破します。しかしその3年後に今度は地球に住む人類が2000年後に宇宙にとって害悪になるという予測が出てしまいます。最悪ですね。予測は絶対で、もう絶対人類をリセットするとジャスティスは決めてしまってますから。デラシオンが作ったグローカーボーンというロボットを数体引き連れて地球にやってきます。グローカーボーンを暴れさせていたら、ウルトラマンコスモスがそれを止めます。まあ当然ですよね。で、ジャスティスが変身してコスモスの前に出てくるんですけど、当然コスモスはジャスティスを敵だと思ってないわけですよね。コスモスからしたら戦う理由もないですから、ほとんど抵抗することなくグローカーボーンとウルトラマンジャスティスにボコボコにされてしまって、ウルトラマンコスモスは消えてしまいます。そしてジャスティスはデラシオンの意志により人類をリセットするということを地球のたくさんの国のトップが集まる会議に乱入して言うわけです。もう瞬きとか全然しないで言うわけです。デラシオンの意志によりみたいな。ちなみにこの時世界中のいろんな言葉で話しかけられていたんですけど、全部日本語で返していました。で、宇宙から30何時間後にデラシオンの兵器たちが人類をリセットしに来ますよってことで、しばらく地球を散歩するわけです。よくわからないラッパーのストリートライブみたいなところを横切ったり、世紀末に汚物を消毒していそうなおじさんたちにナンパされたりいろいろしたんですけど、合図の吹雪隊長に説得されたり、幼女とその子が飼っている子犬と触れ合って少しだけ心が動いたかもみたいな時に、デラシオンがえげつない戦力を引き連れて地球にやってくるわけです。コスモス不在の中で必死で戦う人類や地球の怪獣たちや子犬を助けようとする幼女たちを見て、ジャスティスはついに心を動かされて人類を守る側についてくれます。人類からしたらめちゃめちゃ情緒不安定ですけどね。地球を守ってくれた後にコスモスをボコボコにしだして、その後また地球を守ってくれて、この人一体何なんって思ったでしょうね。その後合図のメンバーや仲間たちの力で復活したコスモスと2人で協力してグローカーたちをなんとか倒して、惑星破壊兵器ギガエンドラとの最終決戦に挑みます。が、このギガエンドラがとんでもない強さで、宇宙のトップのデラシオンが、はい、この兵器でこの宇宙の平和を守りますみたいな感じで作った兵器なんで、ウルトラマン2人で対抗できるような相手じゃないんですよね。で、案の定歯が立たなくて、2人のウルトラマン以外もう全員諦めてました。
そんな中奇跡が起こります。ウルトラマンレジェンド出ましたね。チートラマン全く歯が立たなかったギガエンドランの攻撃を普通に押し返して普通に倒してました。もう意味が分かりません。でコスモスと2人でデラシンを説得してなんとかお引き取りを願ったという感じですね。でも2000年後にコスモスペースの人類がめちゃくちゃなことしてたら今度こそリセットされると思うんで、そうならないようにしてほしいですね。ジャスティスは一度デラシオンを裏切るみたいな形になってしまったんですけど、その後もデラシオンとジャスティスの関係性は変わらずに、ジャスティスはその後もデラシオンの宇宙意志に基づいて行動しています。その後はコスモスペースでアブソリュート・タルタロスの異常なエネルギー反応を察知して、ウルトラマンコスモスと一緒にその反応を追跡して M78 ワールドに行きました。そして久しぶりのウルトラマンレジェンドを披露してウルトラマン80、ウルトラマンネオス、ウルトラセブン21を助けました。すごい絵面でしたよね。どういうメンツだよって。あの時80がコスモスのこと知ってたのさすがでしたよね。コスモスはいろんな宇宙に行ってて顔が広いんで、ジャスティスも負けずに今後どんどんいろんな作品に出てほしいですね。はい、いかがだったでしょうか。ウルトラ戦士名鑑ウルトラマンジャスティスでした。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ウルトラマンジャスティスは変身者が女性の姿をしている珍しいウルトラマンで、変身後の戦闘スタイルとのギャップもあってすごい魅力的なウルトラマンですよね。こんな感じの解説動画ですとかランキング動画ですとか全世代が楽しめるようなチャンネルを目指して頑張っております。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。さよなら。